時間とは何か。皆さんは考えたことがありますか？一言で言うなら、時間は続く瞬間の連続体です。子供から大人まで誰もが日々感じているものですが、その本質を説明するのは意外と難しいものです。でも、なぜ時間は一方向にしか進まないのでしょうか？今回は時間の本質とは何か、そして時間がどのように始まったのかについて探求します。一見すると、ただの連続する瞬間のように思えますが、実際には物理学と哲学の両方で深く考察されています。時間は私たちが毎日当たり前のように経験する現象ですが、その本質を理解することは驚くほど複雑です。一般的に時間は過去から現在、そして未来へと進む一連の瞬間として認識されます。私たちが朝起きて夜に寝るまでの活動、季節の変化、歴史の流れなど、すべてが時間の枠組みの中で起こります。物理学の世界では、時間は宇宙の4次元として扱われます。アルベルト・アインシュタインの特殊相対性理論は、時間が絶対的なものではなく、観測者の速度や重力の影響を受けて変化するという画期的な考えを提案しました。例えば、重力が非常に強い場所では、時間は遅く進むとされています。これは GPS 衛星が地球上の正確な時間を保つために相対性理論を考慮に入れている理由です。哲学の観点からは、時間はもっと抽象的な考えとして捉えられます。時間は実際には存在するのか、それとも私たちの心が作り出した幻想なのかという議論があります。時間をどのように経験し、記憶し、想像するかは、文化や個人の認識によって大きく異なります。時間に対するこれらの異なる考えは、時間が単なる時計の針の動き以上のものであることを示しています。時間は物理的な宇宙の構造を理解するための鍵であり、私たちの存在と経験を形作る根本的な要素です。時間の一方向性、時間の矢と呼ばれるこの現象は、私たちの宇宙が従う基本的な法則の一つです。でも、なぜ時間は過去から未来へと進むのでしょうか？この質問への答えは、物理学の中のエントロピーの考えに深く根ざしています。エントロピーとは、K の無秩序や乱雑さの度合いを測る物理学の用語です。熱力学の第二法則によれば、閉じた K では、エントロピーは時間が経つにつれて増加する傾向にあります。これが時間が一方向にしか進まない理由です。例えば、冷蔵庫の扉を開けると、冷たい空気が外に流れ出て、部屋の空気と混ざり合います。はじめは冷たい空気と暖かい空気がはっきりと分かれていますが、時間が経つにつれて、これらは均一に混ざり合い、部屋の温度は一定になります。この過程でエントロピーは増加し、元の状態には自然には戻りません。これが時間の一方向性の一例です。エントロピーの増加は宇宙全体にも当てはまります。宇宙の誕生以来、エントロピーは増え続けており、これにより時間の流れが一方向であることが示されます。しかし、物理学の法則自体は時間に対して対照的です。つまり、法則自体は時間が過去に向かって進むことを禁じていません。にもかかわらず、観測可能な宇宙では、時間は一方向に進み、これが時間の矢の謎を生み出しています。エントロピーの考えはまた、宇宙の初期状態が非常に低いエントロピー状態から始まったことを示唆しています。これは、ビッグバンの瞬間、宇宙は非常に秩序があり、エントロピーが低かったということです。時間が経つにつれて宇宙は拡大し続け、エントロピーは増加しました。このエントロピーの増加と時間の一方向性の関係は、宇宙の基本的な特性を明らかにします。それは、時間が過去から未来へと進むという経験が、
物理法則によってどのように根拠づけられているかを示しています。しかし、これが全ての答えではありません。時間の本質と一方向性に関する探求は、科学と哲学の領域で今もなお続いており、私たちの宇宙に関する深い理解への扉を開いています。時間の起源を探る旅は、宇宙の始まりにまで遡ります。多くの科学者は、時間が宇宙とともに約138億年前に始まったと考えています。この壮大な始まりは、ビッグバン理論によって説明されます。しかし、ビッグバンが時間の真の始まりかどうかについては、まだ多くの謎が残っています。ビッグバン理論によれば、宇宙は極めて小さく、熱く、密度の高い状態から始まりました。この初期状態から宇宙は急速に膨張を始め、その過程で時間と空間が形成されました。この理論は、遠く離れた銀河が互いに離れて移動していること、宇宙の背景放射、そして重元素が生成される過程を説明します。これらの証拠は、ビッグバンが宇宙の始まりであるという考えを支持しています。しかし、時間がビッグバンと共に始まったという考えは直感に反するものです。時間を線として考えると、その線の起点を想像するのは難しいかもしれません。この理由は、ビッグバン以前には時間や空間が存在しなかったため、私たちの通常の時間に関する理解とは異なる何かがあることを示唆しています。ビッグバン以前に何があったのかを問うこと自体が意味をなさない可能性があります。なぜなら、時間と空間はビッグバンと共に始まり、それ以前の考えは存在しないからです。この膨張は宇宙が冷えるにつれて最初の原子が形成され、最終的には星や銀河が誕生する基盤を作りました。時間の流れとともに宇宙はより複雑な構造を持つようになり、生命の存在する地球を含む無数の天体が誕生しました。ビッグバンと時間の始まりに関する研究は、物理学の領域を超えて哲学や宗教の質問にも触れます。科学が提供する答えは宇宙の謎を解明する手がかりをもたらしますが、同時に新たな質問を生み出します。時間の本質、始まり、そして宇宙の究極の運命についての探求は、私たちが宇宙とその中での私たち自身の位置を理解する助けとなります。時間に関する哲学的考察は、私たちが世界をどのように理解し、経験するかに深く関わっています。歴史を通じて哲学者たちは、時間が私たちの意識の産物なのか、それとも客観的な実在として存在するのかについて議論してきました。哲学者たちは、時間が実際には存在しないと主張することから、時間が絶対的で変わらないものと考えるまで、様々な見解を提言しています。例えば、アウグスティヌスは時間を心の中にあると述べ、時間は過去、現在、未来の認識によってのみ存在すると考えました。一方で、アインシュタインの相対性理論は、時間が物理的な宇宙の構造の一部であり、重力によって変化することができるという科学的な視点をもたらしています。異なる文化における時間の考えは、時間を理解する方法において多様性があることを示しています。西洋文化では、時間は線形で一方向の流れとして捉えられます。この見方は、進歩と将来への焦点を強調します。一方、多くの東洋文化や先住民族の文化では、時間は循環的であるとみなされ、自然界の周期や祖先との関連性を重視します。このように、時間に関する考察は、私たちの宇宙観、生命観、さらには死に対する理解を形成する基礎となります。時間をどのように捉えるかは、私たちの文化、信念、そして日常生活に深く根ざした価値観に影響を与えます。時間の本質を探ることは、私たちの存在と宇宙についての永遠の探求の一部であり、
この謎を解き明かす試みは、私たちの知的好奇心を刺激し続けるでしょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう。